こんにちは。魔法のクラフト思い出アーティストのポールです。あなたはたくさん撮った写真、今どうしてますか？まだ携帯の中に眠ったまんま？あの時の楽しかった旅行の思い出をこんな風にスクラップブックのページにしてみませんか？たまに集まるお友達や家族とページを見返しながら楽しかった思い出を語り合うことができる。写真には人と人をつなげる共通の思い出がたくさん詰まっています。携帯の中に眠らせているのはもったいない。初めてさんでも簡単にスクラップブックのページ作りをマスターできる自分アルバムの作り方をご紹介します。こちらのキットには作り方のレイアウトがついてきます。写真付きの説明書があるから簡単にページが作れるんですよ。レイアウトにはペーパーカットの切り取り図までついています。4枚のダブルページと2枚のハーフサイズ、合計6枚のページが一気に作れちゃうんですよ。お気に入りの写真数枚とペーパーをカットするもの、クラフト用の糊、インチが測れる定規、またはマットがあれば十分です。早速キットを使ってページを作ってみましょう。まずはレイアウト通りにペーパーをカットします。そして白い台紙のペーパーの上にカットしたペーパーを置いてみましょう。白いペーパーを目盛りのついたマットに貼り付けます。インチの定規を使ってペーパーに鉛筆で軽く印をつけます。柄のペーパーが重なっている部分はもったいないので、少し内側に印をつけて切り取ります。もちろんそのまま使っても OK です。クラフト用の糊を使ってペーパーを白い台紙に貼り付けます。この時に鉛筆でつけた印が隠れるように貼りましょう。先に貼った黄色いペーパーの上に鉛筆で印をつけて、ボーダー状にカットしたペーパーを右から貼っていきます。最後のペーパーを貼るときに左右の黄色いペーパーの空きが均等になるように調節しながら貼りましょう。はい、あっという間にページのレイアウトが完成しました。スクラップブックのレイアウトはシンプルでいいんですよ。その上に写真やタイトル、ジャーナル、飾りがつくので、土台になるページはシンプルを心がけた方がうまくいきます。レイアウトが完成したら、まず写真の位置を決めましょう。写真はページの主役です。このページには1枚の縦置きの写真が入ります。サイズや向きは後から変更することも可能です。はじめにレイアウトに従って鉛筆で印をつけましょう。この写真のマットは
細いストラップで両端をドーブカットにします。ドーブカットはまず中心に目盛りを入れて真ん中をカットし、両端から印に向かってカットしていきます。黄色い写真のマットをページに貼り付けたら、KGサイズの写真の当てを仮止めでつけておきます。これをつけていると後々写真をつけるときに目印になるのでとっても便利ですよ。もちろんこの写真用のペーパーもキットの中に含まれています。スクラップブックのページはパッと見て何のページかすぐにわかるようにタイトルをつけます。ここが写真のアルバムと違うところですね。ページに物語を作るんです。まずはステッカーを使ってタイトルをつけます。このページのタイトルはストーリー。どんな写真にも似合いそうですね。この太陽のステッカーちょっと可愛いんですよ。あれ、顔がついていない。ニコちゃんマークをつけて完成。こんなワンクッションがクラフターのツボをついてますよね。ステッカーを貼る位置、悩みどころ満載ですが、レイアウトに従って貼ると簡単に綺麗に仕上がります。もう一つの長所はジャーナルを書いてから貼り付けようと思います。最後のとっておきの飾り付けはこのウッドチップを使ったアクセント。少し厚みのあるお花のモチーフです。こんなに小さい飾りなのにあるとないのでは大違い。ページのアクセントにぴったりです。このウッドチップの配置もページ全体に目が行くように上から下へと流れるように貼り付けます。どうですか？意外と簡単でしょう？スクラップブックのページ作りはごちゃごちゃといろんなものを入れ込む必要はないんです。それでも何も入れないとつまらない。だから大切な写真の周りだけに少しだけ飾りをつける。あくまでも写真がメインなので、写真を物語るページ作りが一番大切だと思います。キットを使うとスクラップブックのページ作りはとっても簡単。この意味伝わりましたか？クラフトの楽しい部分だけをサクサクっと進められるキットを使ったページ作りはちょっとした写真の整理にもぴったりです。誰でも簡単にページが作れる。何よりもこれが一番の魅力だと思います。今回はレイアウトを使って2枚のページを作りました。パート2では残りの4枚を仕上げて完成したアルバムをご紹介します。お見逃しのないようにチャンネル登録をしてご覧くださいね。では次のページ作りまで。Thank you for watching. See you next time. Bye bye.